4月、桜ももうすぐ満開だ。先週の雨以来、暖かく、春らしい日和が続いている。この春入社したゆかは、研修を終え、今日が初めての外回りだ。取引先への挨拶回りを終え、ほっとした様子で庄司と桜並木を歩いている。先ほどと比べ言葉数が多く、少々はしゃいでいるようにも見える。部長、いろいろフォローいただいてありがとうございました。内心、すごい緊張してて、心臓バクバクだったんですよ。庄司は微笑み、うなずいた。ゆかは弾むように歩いている。ゆかはこの間大学を卒業したばかり、庄司の息子よりもだいぶ年下だ。ずっと剣道をやってきたそうで、朗らかで元気、活発な女性だ。受け答えもハキハキとし、仕事の覚えも良い。挨拶で回った取引先でも好印象だったようだ。庄司の先を歩くゆかのヒールの音は、桜の下で心地よく響いている。おろしたてであろうスーツは、まだ体に馴染んでいないように見える。白い肌は透明感があり、声にも張りがあり、心地よい。一緒にいると、庄司も元気を分けてもらえてるような気がした。風向きが変わり、一瞬、香水の香りが漂ってきた。駅に着いた。電車に乗り、会社に戻る。夕方のラッシュにはまだ時間がある。車内は比較的空いていた。シートに並んで座る二人。気は傾きかけている。窓から暖かい日差しが差し込み、心地よい。午前から立て続けに三社の訪問だった。忙しさと緊張感から解放された二人は、心地よい疲労感を感じていた。しばらくたわいもない会話をし、車窓から景色を眺める。沿線にもところどころに桜の木が並び、満開の桜が日光に照らされている。庄司の気分も晴れやかになってきた。ふと気づくと、庄司の視界の端で揺れ動くものがあった。ゆかの頭はぐらぐらと揺れ、居眠りをしている。よほど疲れていたのだろう。そういえば朝一、緊張で眠れなかったと言っていた。緊張の糸が切れ、気持ちが緩んだのだろう。やがて、スースーと寝息が聞こえてきた。口は締まりなく開いている。車両には人もほとんどいない。周りの視線は気にしなくていいようだ。降りる駅まではあと30分ある。庄司はそのままそっと見守ることにした。のんびり時間を過ごそうとスマートフォンを取り出す。庄司の右肩に重みを感じた。先ほどまで船を漕いでいたゆかの頭が庄司の肩に到達し、もたれかかってきているではないか。庄司は微笑んだ。しょうがない、しばらくこのままでいようか。肩に重みを感じつつスマートフォンに目を落とした。ごとごとと車両の心地よい揺れに合わせ、ゆかの頭もリズミカルに揺れている。揺れに合わせ、良い香りが漂ってくる。肩から伝わる体温。リズムよく繰り返す、線路と寝息の音。ゆかの寝息がさらに大きくなってきた。よほど疲れていたのだろう。先ほどまでの商談中の気を張った真剣な表情とは違い、無垢で安らかな寝顔。あどけなさすら感じる。庄司は自身の息子が幼かった頃の遊園地の帰りの光景を思い出していた。極力起こさぬよう、互いの姿勢をキープし続けようと努力する。停車駅が近づき、電車はブレーキをかけた。ゆかは小さく妙な声を発し、目を覚ました。しばらく周りを見渡し、状況を把握しようとしている。すいません、部長、うっかり。ゆかは気づき、狼狽した。自身の口元からぬらりと垂れる、一筋の光。慌てて口元を脱ぐ。さらに状況に気づき、その顔はみるみる好調していく。ゆかの口元から垂れ落ちたものが、庄司の肩にしっかりとシミを作っているではないか。すみません、ゆかは大きく動揺し、慌ててハンカチを出し、シミを拭き取ろうとする。大丈夫、気にしないで。庄司は自身のハンカチで肩を脱ぐ。謝り倒すゆか。頬から耳まで真っ赤だ。申し訳ございません。クリーニング代、弁償します。目的の駅に到着するまで、ゆかはずっと謝り続けた。申し訳なさやら羞恥心やら。目には涙をにじませていた。本当に気にしないでいいから。大してシミにもならないだろうし。
会社に戻った後も退社時も、ゆかはひたすら謝り続けた。翌日、庄司はお詫びの品を受け取った。小さな紙袋に入った焼き菓子。短いお詫びのメッセージが書いてあり、可愛らしい便箋も添えられていた。学生のような緩やかな、やや子供のような文字。その便箋からは、フローラルの良い匂いがした。